はい、こんにちは、ザッツです。今ですね、まだ昼の10時なんですよ。朝の10時、まだ午前です。今日はですね、なんと13時に出港する特別航行便に招待していただきました。昼の瀬戸内海、非常に楽しみですね。紅丸、紫丸時代もですね、昼の航行は非常に定評があったそうです。瀬戸内海の景色、楽しんでいきます。それでは行きましょう。ザッツ船旅始まります。大分駅から別府駅に向かっています。大分駅は高架になってからだいぶイメージが変わりましたよね。大分別府間の景色、とても良くて好きな路線です。別府湾をぐーっと回っていくんですね。こちらは高崎山付近、パーパー3系だったので振り子を効かせながらビュンビュン曲がっていきます。結構ロールするんですね。この後に湾が一望できてとってもいい景色です。スピードを緩めつつ間もなく別府駅に到着です。別府はですね、観光都市なので遊ぶ場所には困りません。観光もいいですし、駅前で食べ歩きなんかもできそうなとこもあります。別府駅へ到着です。3連休だったので結構賑わってました。いろんな言葉が入り混じってます。はい、別府に到着です。それでは向かいます。大荷物でしたのでエレベーターを使いました。別府駅はエレベーターに2階乗ります。トイレへ行きたい人は1階下がった2階にトイレがあります。逆に改札の階にはないので要注意です。もうですね、ここも見慣れた別府駅の雰囲気でした。お買い物をしたい方は改札の目の前にお買い物コーナーがあるのでそちらを利用してみてください。駅構内にはですね、カフェ、お土産やコンビニなどが揃ってます。こちらのお土産屋さんで結構買い物するんです。だいたい自分で食べちゃいますけど、別府観光はですね、バスが主流になってます。フェリーターミナルまでもここから出ます。値段は170円。1時間に3本ぐらいだったかな、バスが走ってます。はい、ここからですね、サンフラワー乗り場までバスが出てます。170円で到着します。それでは向かいます。ちょっと時間がありましたので手入れをしていきました。もう何回かしてますね。早速バスが来たので乗り込みます。フェリーターミナルまではですね、結構便利なんですよ。今回は体力を温存したかったのでバスを利用しました。歩いたらですね、結構遠いんですよ。この時も7月は中旬でしたので、もう結構な気温でした。サンフラワーフェリーターミナルが見えてきます。もう船も見えてますね。一駅行き過ぎて下車をしました。コンビニに寄りたかったんでどちらでも大丈夫でした。はい、サンフラワーフェリーターミナルに到着しました。それでは発見していきます。なんとなく足取りが速くなります。紫さんとは初対面、紅城と同型線になります。本当に久々のフェリー旅なので楽しみにしてました。本当に久々だったんですよ。ターミナルに入ってきます。この時10時ちょっと過ぎ、ちょっと時間早かったかなと思ったら結構人がいました。久々のフェリーターミナルです。早速発見しに行きました。よろしいですか。乗船まで少し時間がありましたのでこちらで待つことにしました。はい、間もなくですね、乗船開始されると思います。では向かいます。結構な人がいたんですね。皆さん楽しみにされているようでした。こちらの船は QR コードで対応。乗船も入室もすべて QR コードです。はい、ありがとうございます。あ、こっち開いてる。いいですか、すいません。はい、
乗船していきます。楽しみですね。昼の航海、昼に乗り込むのも初めてですね。じゃあ、こんにちは。こんにちは。お願いします。早速ですね、ライブしてますよ。すごいですね。そしてセンターホールのアトリウムです。ここが印象的ですよね。一番上がモニターになってます。一度こけたことのある階段で登っていきます。あ、しまった。今日スイートだから一番上なんですよね。アトリウムを上から見下ろすとこんな感じです。すごく大きいですよね。今日のお部屋はセミスイートの8029です。向かいます。左舷側後部ですね。8029。それでは入っていきます。 QR コードで入ることができます。はい、お部屋到着いたしました。本日のお部屋はセミスイートルームです。とっても広いですね。しかもまだお昼なので明るいです。それではお部屋の方紹介していきます。まずはですね、ベッドが2機あります。ふかふかのベッドですよ。とてもいいですね。そしてソファーがついてます。こちらソファーベッドになるタイプですね。合計3人で宿泊することができます。ベッドの頭のとこ、こちら読書灯ですね。読書灯と 100V のコンセント、 USB のコンセントがついてます。このベッド寝心地がすごくいいんですよ。なんとフランスベッドです。こちらスイートルームのゆえんとなるのはこのバルコニー。デラックスルームと似てますけど、スイートルームにはバルコニーがついてます。とってもいいですね。ここでゆっくりお酒を飲みながらできますね。潮の香りがしますよ。タイムラプスも撮っていきます。デッキには椅子もついてますね。ゆっくりすることができます。もうですね、この光景リゾート気分ですね。そして大きなテレビがついてます。空気清浄機も大きいのがついてますよ。アメニティなんですけども、こちらサンフラワーのクッキーとリプトンの紅茶、あと伊藤園の緑茶ですね。お砂糖とミルクがついてます。あとなんとドリップコーヒーがあるんですよ。そしてサービスのお水が2本、電気ケトルが1個あります。グラスがついてるんですよ。こちらはなんでグラスがついてるかというと、下に行くと冷蔵庫がありまして、なんとお酒が2本ついているんです。サービスです。夜飲むの楽しみですね。こちらのテレビではブリッジカメラを見ることができます。このシステムがついているのはサンフラワーの薩摩霧島、そして本線と東線の紅ですね。あと太平洋フェリーの木曽石狩町ということになります。入り口の方に行くと雑間さんお気に入りのお化粧台、ちょっといいヘアドライヤーがついてます。入ってすぐ右側のドア、こちらを開けるとなんとシャワールームになってます。トイレもついてます。ウォシュレット付き、そして洗面もありますよ。シャワーはシャンプー、コンディショナー、ボディーソープがついてます。セミスイートにはシャワールーム、スイートルームにはお風呂がついてます。玄関からすぐ左側、レモンかけが1個2個3個4個5個6個もついてます。とても贅沢ですね。ファブリーズのような匂い消し、寝巻きと手ぬぐい、
寝巻きと手ぬぐいと歯ブラシがついてます。最近のフェリー、歯ブラシなかなかついてないフェリーが多くなってきました。タオルもついてます。スリッパも茶色いやつが2足ついてます。これ使わせてもらってます。今ですね12時30分です。1時出港ということであと30分ありますので、もうちょっとゆっくりして準備してから出港に備えたいと思います。それでは向かいます。それでは出港15分前になりました。下ではですねドラが鳴ると思いますのでちょっと向かいます。はい、外出てまいりました。ファンネルが近いですね。まもなく出港です。この昼の明るい時間に出港って何とも言えませんね。とてもいいです。この船のファンネルの形状ちょっと面白いですよね。真四角です。はい、今ボーディングブリッジが外されました。ランプウェイが上げられてます。まもなく出港です。はい、今ホーサーの方が下ろされていきます。順番に真ん中から、そして表友側のホーサーも全部外されていくわけですね。はい、表側のホーサーが外されました。出港です。オーラインレコー。はい、スラスターの振動がし始めましたね。ゆっくり離岸します。今スラスターが波しぶきを上げてます。フェリーターミナルが離れていきます。汽笛一発。この199メーターの船がじんわり動くわけですよ。すごいですよね。今サンフラワーさんが手を振って見送ってくれてます。普段はですね夜景が綺麗なんですけど、この時間帯の出港も綺麗ですね。宇和島ウフェリーの最新船黎明丸がいますね。左舷側見てみましょう。はい、今左舷側来ました。こっちもすごい綺麗ですね、景色が。風はですねちょっとだけありますね。あるというか船が動き始めたんで風がなびいてます。めちゃくちゃ強くはないです。ちょうど気持ちいいぐらいの感じでしょうか。せっかく日中航海なんでずっと外で眺めたいですよね。ちょっとだけ船内散策していきましょう。それでは。ここら辺まで来ると鉱石が綺麗ですね。
この別府の山々も壮大ですごいですよね。今面舵を切ってます。そして別府タワー、あちらが別府の駅の付近になります。お、ヨットがいるわ。夕刻にはですね、来島海峡大橋を通過するので楽しみですね。今日の天気は晴れ、本当に運がいいです。もともとですね、雨予報だったんですよ。で、昨日もですね、ザザ降りでどうしたもんかなと思ってたら今日晴れました。カンカン照りです。暑いぐらいです。またちょっとゆっくりします。船内散策行ってきます。何回も紹介していますが、奈良デッキには浴室と自動販売機が設置されています。あと外部デッキもこちらから覗かれる方が多いですね。自販機コーナーはサントリー、伊藤園、そしてアルコールはアサヒと一番搾りキリンですねが置いてあります。こちらから外出てみましょう。こちらの手すりの衣装ですね、ちょっと変わってますけど、大分の竹細工をイメージしてるみたいです。奈良デッキにはマッサージチェアが置いてありますよ。有料です。15分200円。6デッキに降りてきました。6デッキにはですね、売店などがあります。売店とレストランがあります。ショップの方もですね、時間決まっているので注意してください。大分の名産品などが置いてあります。大分の醤油はですね、甘いんですよ。いいですよね。あとさすが観光地というだけあってお菓子も多数あります。アルコールとソフトドリンク多種多様ですね。あとアイスも置いてあります。お腹空いた時のカップ麺、あとおつまみ各種、サンフラワーグッズなんかもありますよ。船長からです。上松です。本日はフェリーサンフラワーらしき有能絶大会カジュアルクルーズにご乗船いただきまして誠にありがとうございます。有能絶大会を報告いたします。このクルーズはおかげさまで37回ごとになりました。これも一重にご乗船いただきましたお客様のおかげです。レストランは夕食2300円、朝食が750円です。時間はですね、6時から9時まで、朝は5時30分から6時15分までです。楽しみですね。あと空いてる時はですね、ラウンジスペースで使えるそうです。自動販売機コーナー、ハーゲンダッツがありますよ。そしてこちらにはコーラとカップヌードルは300円。他で買った方がちょっと安い。そしてアサヒスーパードライですね。あとキリン一番搾り氷結があります。こちらはキリンのジュースですね。キリンのソフトドリンクも置いてあります。ぐるっと回ってソフトドリンクサントリー、伊藤園、アサヒ、コカ・コーラがあります。自動販売機だらけですね。お腹が空いたり喉が渇いても困りません。階段の下にはキッズスペースがあります。冷蔵ロッカーもあるんですよ。こちらの机タッチパネル式になっていて、船内の案内なんかが見ることができます。大阪着は4時ですけど6時35分までゆっくりすることができます。特徴的なのがこの階段、夜になって消灯された時、美しい光の階段になります。それではですね、お部屋でもうちょっとゆっくりしようと思います。はい、お部屋戻ってまいりました。この風景ですよ。美しいですね。今左側はですね、国東半島南部を航行中です。やっぱり外に出てきちゃいますね。右側来ました。大分の工業地帯が見えてます。とっても美しいですね。大分港からずっと行くと
うっすら鉄塔が見えてるんですけども、あちらが佐賀関になります。この水を切り裂く感じいいですよね。内向線が停泊してますね。壮観ですね。2、4、6の7隻います。はい、今佐賀関に最接近してますね。今日はですね、おそらく水温が高くて水温が高くてちょっとしけってるというか、水温が高くてですね、ちょっと湿度が高い感じがしますね。もくもくってなってます。夏の海って感じです。気持ちがいいです。これはいいわ。この船にゆっくり日中航海したいなって思ってた夢が叶いました。素晴らしいです。そして左舷側、こっちがですね国東半島ですね。もうそろそろ佐田岬灯台を通過します。はい、今2時17分です。豊後水道を航行中です。今からですねちょっとお時間があるんで、お風呂でも入ってこようかなと思ってます。それではちょっとゆっくりします。紅と紫にはスイート専用ラウンジというのがあります。はい、お風呂上がりで、コーヒーとパルムをいただいてきました。こちらスイート専用ラウンジでいただくことができます。はい、いただきます。それはそうとですね、この眺めですよ。この眺めを見ながら無料のパルムをいただくとそんな感じです。はい、今2時52分です。外出てまいりました。左舷にですね、八島と書いて屋島でしょうか、見えてます。結構最接近してますね。内航貨物船もたくさん見えてますよ。面白いですね。いいですね。そして右舷側は佐田岬半島がもう見えてます。ずーっとですね、昼間は内航貨物船がはっきり見えてて面白いですね。いいわ。そしてファンネル、お風呂上がりいいですね。やっぱ船好きが多いこのクルーズは外に出てる人も多いですね。いいですね。海がとっても綺麗。今面舵を若干切ってる感じですね。今日はですねこのように何回かイベントが催し物があるみたいです。
今すごく景色が良かったんでちょっと外出てみましょう。このお部屋のとてつもなく良いところ、すぐ右側に後方デッキに出るドアがあります。私にとってめちゃくちゃ便利ですね。はい、外出てきました。今周防大島というところの南部を航行中ですね。山口県ですか。うわー、めちゃくちゃ雄大な景色ですね。普段ですね、この部屋はもう真っ暗闇か明け方の真っ暗闇ですね。明け方に航行する場所なんですけども、こうやって昼のカジュアルクルーズなんかはこうやって見ることができるんですね。とても素晴らしい光景です。右舷側、四国側ですね。こちらもすごい景色がいい。もうですね、市街地が見え始めてきてますね。あと2時間もすると来島海峡大橋を通過します。それまでのんびり航行してます。今ですね、相当速力を落として航行してるみたいですね。こんな景色が広がってますよ。皆さんもですね、もし機会があったら、次の機会があったらぜひ乗ってみてください。素晴らしい景色が楽しめます。ではもうちょっとゆっくりします。はい、今夕方の4時16時になりました。ちょっとゆっくりしてます。で、この素晴らしい景色をですね、眺めながら、こちら置いてあったというか、サービスで置いてあるサンドラスパークリングブラッドオレンジって書いてありますね。スパークリングワインだそうです。 8%。 いただきます。川商フーズって書いてある。東京都オレンジジュースってことなのかな。イージーワイン。おー、あ、これは美味しそうだ。ちょっといいですね。乾杯。すごく飲みやすい、美味しい、いいですね。甘いです。スパークリングワインなんでちょっと酔っ払いそうですね。まだ日が高いんですけど、こうやってゆっくり飲んでると、それでもまだ有り余る時間があるんですね。とてもいいですね。ゆっくりできます。ずっとですね、この船もうちょっと長かったらよかったのになってずっと思ってたんですよ。それがですね、こうやってゆっくりできる航海があると、年に何回かやってるみたいなんで、ぜひですね、皆さん機会があったら乗ってみてください。とても楽しいですよ。大阪出発の分も九州出発の分もあるみたいなんでですね、ちょっと一覧表載っけときますんで、ぜひですね乗船してみてください。ちなみにですね、値段はですね通常航海と同じなんですよ。なのに時間が長いと、これはお買い得ですね。こんな楽しい航海は年に何回かあるか分かりませんので、ぜひですね皆さんも体験してもらいたいと思います。それではもうちょっとゆっくりしてます。次はですね、ダッシュ島を見てから大橋くぐりですね。そしたら夕ご飯にします。まだまだ夜長いです。いろんな人にですねインタビューしてみようと思いますんで、それではゆっくりしてます。はい、またですね外出てまいりました。今百合島が見えてますね。ダッシュ島です。今ですねちょうど百合島を通過しました。あちらがですねいわゆるダッシュ島というやつですね。日中この姿を見れるのなかなかないですね。松山から運航するフェリーに乗れば見えるかも分かりません。綺麗な光景です。そろそろ夕焼けかな。もうちょっとですね、あと2時間もすると夕焼けだそうなんでゆっくりします。それでは右舷に見えますのが鶴島という島みたいです。こちらが33名しかいないみたいですね。にしてもすごく綺麗ですね。景色が素晴らしい。こんな航海ないですよね、なかなか。普段はですねやっぱりここら辺は真っ暗闇の中航行することが多いので、こうやって瀬戸内海の景色を見てられるのもこういう航海しかないです。特別航海の良いところですね。そろそろ来島海峡が近くに見えてくるはずです。内航線も見えていいですね。鶴島の奥に見えているのが松山市ということになりますね。
岩肌がしっかり見えてますよ。島が連なってます。明るいうちに進む瀬戸内海、とても綺麗ですね。本当景色はずっと見てて飽きないです。あと小1時間もすると来島海峡大橋なので、その時また楽しみます。それではこうやって日中航路のいいとこ、船の行き交う姿がはっきり見えるとこですね。面白いですね。もう後方に見えるのが松山市街地、ずーっと陸地がついてます。瀬戸内海のこういう雰囲気、波も少なくてとても気持ちがいい航海です。ゆっくりしてます。あと1時間もするとですね、夕食なので楽しみにしてます。それでは海峡大橋で見えてきた。見えてきました。見えてきた。本当だ。最高何ノットぐらいですよ。10ノット。10ノットで走ったら反対側から進まないわけですよ。それで内航船がすごい遅くで走ってる時あるんですね。時間調整しないとね。スピードで船長回線。船長回線です。すごい贅沢な。イベントやってくれない。本当ですね。下に服ありましたよね。そう、あの服着てもらって。さすがさすがに怒られますよ。絶対この光景面白い。ちょっとこっちは暑いですね。日が全部しなさいってなっちゃって、馬力がもう前はもう18馬力とかのトロトロでもよかったけど、今もう速いやつじゃないとダメだって。ある程度その引っ張れる力がないと。なるほど。8デッキ側面のデッキにいます。いろんな船が見えて面白いですね。船マニアの集まりみたいになってて、お話が面白いです。それではもうちょっとで夕食なのでゆっくりします。はい、間もなく来島海峡大橋通過なのでお外出ます。それでははい、来島海峡大橋通過です。さあ、夕ご飯にします。もうちょっと時間あるかな。さあ、ゆっくりします。すごい潮流ですね。見ててもわかります。この狭い海峡をですね、行くんですね、大きな船が。すごい操船技術だと思います。さあ、ゆっくりします。この光景ってやっぱ昼間撮らないと見れないですもんね。年に何回かある航海、ぜひ乗ってみてください。そして造船所が見えますよ。いや、これは美しいな。
思いっきし鳥舵を取ってます。鳥舵、うわ、これは綺麗だわ。だいたいここら辺はですね、名門太陽フェリーの早便に乗っても夜中に通過するので真っ暗ですね。こんだけ明るいのは初めてです。美しいですね。ここら辺は潮が速いので、やっぱり船がですね一列に並んで短縦陣のように進行していくんですね。でないと船と船がぶつかる可能性があるということですね。ちょうど九州から出ると来島海峡が夕焼けと同時なんですね。すごく綺麗な景色です。これもですね、九州発の便でしか見れない光景かも分かりませんね。大阪発だとまた別の光景が見れて面白いかも分かりません。夕焼けも楽しんでいきます。はい、下のデッキ降りてきました。また見え方が違って面白いですね。ゆっくり航行してます。これは美しいですね。もう年に何回あるか分かんないぐらいの美しさですね。ということで夕ご飯は7時40分からみんなで食べようということなんで、もうちょっとしてちょっとゆっくりして夕ご飯にしたいと思います。それでは。もしかしてあそこに座っているのはプニップクルーズ先生とさえちゃんさんではないですか。もしかして。こんにちは。やっぱりそうだ、いらっしゃったんでお話をちょっと伺ってみようと思います。それではちょっと緊張しちゃうな。いつも撮る側だから撮られることはない。今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい、船ラブチャンネルというチャンネルをされている、プニップクルーズ先生とさえちゃんさんということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。私が船のイラストレーターということで、船結構仕事から知ってるもんですから、私と船が大好きないろいろ喋りができる女性の方とコラボして組んで YouTube やったら面白いんじゃないかなと。編集の得意な人間が知り合いにいるもんで、彼に編集は全部頼んで、3人でということで船ラブチャンネルというチームを組んで、始めたのがきっかけなんですけれども。船だったら何でも渡し船から大きいクルーズ客船まで何でも題材を固定せずに、とにかく船をいろいろ紹介していこうということで始めたチャンネルで、自分の絵をみんなに見てもらう絵画展を毎年秋に開催して、今年も11月にやりますのでぜひ来てください。的なところ宣伝になってしまうんですけれどもそんな中でやってたところ、さえちゃんがお客さんとして見に来てくださって、私船がすごく好きなんですということでちょっと話をして、その後も大桟橋での販売会みたいなのもやらせていただいたんですけど、そこにも来ていただいて、たまたまそこ話してるうちに次の絵画展で人手がちょっと足りないから手伝ってほしいみたいなことをお願いしたんですよね。ただ割と時間が自由に利くということで、やっていただくことになって、2日間3日間、手伝って販売といろいろ説明、私が他のお客様に応対して手が足りない時は案内してもらったり、そういったこのアシスタント的なことをやっていただいたんです。その時に、ある人が登場しまして、で YouTube ちょっとこれからやりたいんだみたいな話をたまたましてて、その人と帰りにさえちゃんと僕とで意気投合して3人で船のチャンネルみたいのを作らないみたいな、そういうノリでちょっと話になって、だったらこんな感じでやろうかみたいな、こういう若い女性が話してくれた方が普通の人の目線で見てもらうような、普通に皆さんが見ていただけるんじゃないかなっていうことを、補足的に私が絵とかそれから説明とかでその解説できたらいいし、うまくそれを編集してくれたらいいねみたいな、3人でちょっとやってみようみたいなことから始まったのがきっかけですね。
私もともと横浜出身で、ずっと港町で育ってきたので、なんかみんながそのテーマパークと同じように船が見たらテンション上がるもの、船だってなるものだと思って生きてきたんですけれど、自分が高校生ぐらいになった時になんか他の人はそんな船を見てもテンション上がらないんだっていうのをなんか知ってあ、自分は船が好きなんだって、なんかそこで気づいたのが最初で、家族とダイヤモンドプリンセスに乗る機会があって、家族とダイヤモンドプリンセスに乗る機会があってその機会っていうのはすごいその時にもうすっごく感動して、船内で働かれてる方の生き生きしてるところだったり、もう大好きな船でいろんな場所を巡る楽しさっていうのを身をもって知って、あ、なんかもっと船のことを知りたいし楽しみたい、でもなんかどうやったら詳しくなれるのかとか、どうやったらいろんな一人で船乗るのも怖いしって思ってたら、いろんなきっかけでそのチャンネルをプニップ先生とやることになって、で今いろんな船を今日も乗ってる最中なんですけど、今後はそうですね、船が好きって思ってもなかなか行動に移せなくて家でいる人っていうのは私含めすごい多いと思うんですよ。乗ってみたいけどちょっと敷居高いかなとか、移動するのってどんな感じなんだろうって思ってる方も多いと思うので、私たちのチャンネルで船に乗る疑似体験だったり、なんかそういうのを伝えていって、あ、実際に乗ってみたいな、船乗るのってそんなハードル高くないんだなっていうのを知ってもらえたら嬉しいですよね。若い人にとってみれば乗り物の中でも一番身近じゃない乗り物になってしまってる。それをもっと身近なものにするにはどうやったらいいかなっていう、吸収力の高い人たちに知ってもらいたい、そういう原動力になってもらいたいなっていう気持ちから始めてるんで。なんか友達と旅行行くにしても、じゃあ何で移動しようかってなったら、ただ車だったり飛行機だ、新幹線は出てくるんですけど、船ってなかなか出てこない。でもなんか船って乗るだけで、それだけでその思い出になるというか、いろいろ動き回れるし、景色も綺麗だし、なんかそういう風な選択肢が増えたらいいなっていうのはすごく思います。なんでこんないい乗り物があるのにみんな知らないんだろうってやっぱり思っちゃう。やっぱり僕はもうロイヤルウィンがなくなっちゃったんですけど、やっぱりレストラン船ですよね。レストラン船ってやっぱり船のいいところを取ってると思うんですよ。いわゆるクルーズ船って正直値段も高いし敷居が高くなるし、定期船ってやっぱり海が荒れたりとかすると結構船酔いとかして逆に船が嫌いになったりするケースってあるんですよ。特に東京の場合はそれが顕著にあるんで。そういった意味ではそのクルーズ船の疑似体験みたいな食事ができて海を楽しめて、で値段も手頃で 2,3 時間こう走っていくということで、東京とか神戸とかにはそういうレストラン船があるんで、そういうところで船に乗ってみて、で食事するだけじゃなくてその外の景色とかこう見て、本当は食事してるとその食事してる時間我々にしてもったいなくて、逆に外ずっと歩きます。ずっと歩きないその辺がなんかちょっと矛盾してるところで、レストラン船でありながらなんか食事しないで乗りたいとかっていうのは3時間じゃちょっと短い。もう2時間はとてももう食事して1時間取られるんだったらっていうのはもうなっちゃうんですけど、そのある意味入門編としてはレストラン船ってやっぱりすごく僕はいいなと思う。さえちゃんどうですか？私は今何がいいかなって思ったんですけど、今実際乗ってるこのサンフラワー紫だったり紅ってそのフェリーのいいところと客船のいいところどっちも合わせてる船だなと思って、この船に乗って船で移動するの楽しいと思ったらもっといろんなフェリー乗ってみてほしいなって思いますし、この船乗って船ってこんな豪華な過ごし方もできるんだって、そっち方面気になったら客船乗ってみてほしいですし、なんかいろいろ船の選択肢が増える船だなっていうのをこの今サンフラワー紫乗っててすっごく思いました。ありがとうございます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい、今ですね夕焼けがすごく綺麗なんでお部屋から撮っていきます。おー、すごい綺麗。これはいいですね。年に何回あるんだろう。天気が良くて良かったです。ちょっとお腹空いてきましたね。それではもうちょっとしたら夕ご飯行きます。はい、お外出てまいりました。夕焼けがとてつもなく綺麗ですね。たまには船旅もいいもんですね。
夕焼けはですね、太陽だけが綺麗じゃなくて逆サイドの景色もものすごく綺麗なんです。逆サイドのですね、山がですね、こう赤焼けていくわけですね。楽しみ方があります。ああ、これは美しいな。今日はいい航海ですね。年に何回もないですね、こういう航海は。本当に素晴らしいです。あそこにですね、プニップ先生とさえちゃんさんがいますね。撮ってます。ぼちぼちですね、夕ご飯に向かいます。やっぱ日が長くていいですね、この時期。とっても綺麗ですよ。はい、今ですね、7時30分を過ぎました。それでは人も落ち着いた頃だと思いますので、夕ご飯に向かいます。だいぶ雰囲気が落ち着いてきましたね。もう皆さん入ってますね。このホーンブロアさんの T シャツどこで売ってるんでしょうかね。テトラポットの T シャツ。はい、取っていきます。筑前煮です。ひじき炒め煮です。パンプキンサラダです。ニシンのエスカベッシュです。枝豆です。バンケットチキンです。肉じゃがです。チャービートンのウインナーです。手ごねハンバーグです。塩サバです。ベーコンとトマトのパスタです。ボロネーゼです。シューマイです。おでんです。今日はですね、お刺身がいっぱいありますよ。大分名物の琉球なんかもあります。カニクリームコロッケです。鶏天です。サラダのお野菜です。そしてこちらが大分名物の琉球のだし汁ですね。作り方が書いてあります。こちらが鶏飯です。おいしそう。そして今プニップ先生が取っているのが白いご飯です。名物のサンフラワーカレーです。これが美味しいんですよね。いただきます。あと具沢山の味噌汁です。こちらが香川のうどんですね。デザートで果物がいっぱいあります。ドラゴンフルーツがありますね。そしてケーキも多数用意されてます。ゼリーとなんとチョコレートタワーがあるんですよ。これはですね、9000からの引き継ぎですね。そしてこちらにも用意されてます。そしてこちらにはバニラアイス、ストロベリーアイスと抹茶のアイスがあります。はい、いただいていきます。はい、今日のラインナップはこんな感じです。美味しそうでしょう。ちょっと茶色いものが多いかなという感じですかね。ビールもありますよ。いただきます。大分名物の鶏天。見た目より意外とさっぱりしてるんですよ。ニンニクが効いててパンチがあります。肉じゃがは味が染み込んでいて煮込んである感じ。少し甘めの味付けでした。ベーコンとトマトのマカロニパスタ。こちらは本当にお店の味。マカロニはですね、少し茹ですぎぐらいがいいのですが、茹で加減も素晴らしかったです。ボロネーゼのマカロニパスタ。ひき肉の旨味がバッチリ出てました。バイキングレストランでこんだけしっかりしたパスタ。これは嬉しいですね。定番のサンフラワーカレー。超濃厚でご飯にぴったりです。案外ですね、なんとかパンとかにも合うんじゃないかと思ったりもします。牛肉もゴロゴロ入ってるんです。お刺身も新鮮で脂が乗っていて美味しいです。大分の甘醤油にぴったりでした。
はい、デザートいただきます。いっぱい取ってきました。ビールもあります。まだ。はい、いただきます。はい、いただきました。ごちそうさまです。それでは戻ります。片付けます。ただいまのお時間。今日は満室。お、さえちゃんさんがなんか着てますね。ブカブカです。撮影会一言オーラインレコー瀬戸大橋はですね、だいたい真夜中になるんでなかなか見ることができません。起きているうちに見れるのは久々ですね。まもなく瀬戸大橋通過です。おお。今列車がちょうど通りましたね。すごい。合わせたんだ時間。これは感動。それではですね、もうゆっくり寝たいと思います。本日はありがとうございました。また明日朝早くから撮影したいと思います。それでは。美しいですね。ああ、なんだろう。ああ、名門太陽フェリーか。その後ろから阪急フェリーさんが追っかけてきます。阪急フェリー泉と反抗します。それではゆっくり寝ます。おやすみなさい。
はい、戻ってまいりました。ゆっくりしたいと思います。明日も朝早いんで早めに寝ますね。それではおやすみなさい。はい、お疲れ様です。今9時48分になりました。もうそろそろ寝ようと思います。お風呂入ってですね、寝ようと思います。ちょっといろいろ買ってきたのと、あとお部屋に置いてあった飲み物を飲もうかと思います。まずですね、湯布院の焼きドーナツと湯布院のマドレーヌを売店で買ってきたんでいただきます。はい、湯布院のマドレーヌと焼きドーナツを買ってきました。こちらおつまみでいただきます。そしてこちらレモンのスパークリングワインですね。こちらも美味しいということでいただきますね。スパークリングワインなんで結構酔いが早いと思います。8% あります。はい、それでは今日何度目かの乾杯。乾杯。甘くて美味しい。これいくらでも飲めそうなくらいですね。ただこちらアルコール度が高いんで酔っ払っちゃいます。じゃあ焼きドーナツいただきます。焼きドーナツってどういうあれでしょうかね。揚げてないからカロリー低め、円なんで0カロリーみたいなイメージですかね。いただきます。なるほど。イメージ的にはお祭りで売ってる鈴型のカステラあるじゃないですか。あれをしっとりさせたような感じですね。さっぱりしてて美味しいです。このレモンのスパークリングワインもかなりですね、さっぱりしてて美味しいですね。やっぱでもアルコール度はちょっと高めなんで酔っ払いますね。なかなかです。じゃあマドレーヌいただきます。お土産コーナーの何個か10個入りとかのやつを個別に1個ずつ売ってあったんでですね、船内で食べてほしいということでしょうかね。そういう解釈でいきます。黒豆が入ってるな。ボンバーマンみたいな香りになってますよ。これまたさっぱり。思ったよりこう濃くないというか脂っこくないですね。はい、それではですね、もう寝ようと思います。じゃあゆっくりしました。もうこのお部屋も最高ですね。ゆっくりできますね。特にですね、もう夜景も夕焼けも昼の航海の景色もとても素晴らしくてですね、本当に皆さん機会があったら乗った方がいいですよ。しかも値段も通常航海と同じ値段なんで本当におすすめです。本当に良かったです。乗って良かった。またですね、私も機会があったら乗ろうと思いますんで、ぜひですね船内で皆さんとお会いしましょう。それでは皆さんおやすみなさい。はい、おはようございます。今3時30分です。接岸30分前なんでお外に出ようと思います。それでは向かいます。はい、外出てまいりました。さすがにこの時間誰もいませんよね。もうですね、大阪湾内です。桟橋が見えてくるでしょうか。いや、本当こちらの航海素晴らしい航海でした。今でもですね、瀬戸内海の美しさ、景色の美しさはずっと目に焼き付いています。またですね、乗りたいですね。そしてこのゆっくりした感じですよ。いつもはですね12時間ちょっとの航海なんですけども、今回はなんと18時間ゆっくりすることができました。楽しかったです。まだまだですね、これから接岸しても朝ごはん等々いろいろあるんですけども、楽しみたいと思います。
久々の大阪南港 ATC ターミナルです。はい、到着しました。ここでですね、ぐるっと展開させてフェリーターミナルにつけます。今スラスターが回り始めました。はい、右舷接岸なので右舷側に行きます。今3時50分ぐらいなんですけども、港湾の方本当朝早くからありがとうございます。もうそろそろですね、ホーサーロープの方がつく予定です。投げられる予定です。はい、今ホーサーが投げられたようです。引っ張ってますね。そして友川、こちらも今列島が投げられてホーサーがかけられていきます。もうこのぐらいの船になるとホーサーで引っ張らないでそのまま船つけちゃうんですね。すごいですよね。今ですね、列島が投げられてホーサーがかけられます。はい、無事大阪南港 ATC フェリーターミナルに接岸しました。本来でしたらね、ここで急いで用意して下船をするわけなんですけども、今日はですねかなり時間があります。今4時なんですけども、6時35分の下船までですねゆっくりすることができます。朝ごはんを食べたりお風呂に入ったりゆっくりしたいと思います。それではファンネル朝 ATC の夜景がすごくいいですね。もうそろそろ空が明るくなってくるでしょうか。ちょっとずつ空が明るくなってます。それではゆっくりします。さすがに誰もいないかと思ってたら結構人いますね。しかも通常の明かりになってます。こちらスイートラウンジでコーヒーをいただいてゆっくりしましょうか。朝ごはんを食べるのでパルムは遠慮しておきましょうかね。こちらトワルコトラザなんですよね。実はすごくお高いコーヒーです。エンジョイって書いてあります。結構降りだとかなんとか言われてますけど、この中に入るとそうでもないんですね。こんな眺めです。はい、お部屋戻ってきました。ゆっくりしてます。朝日が出てきました。これは綺麗だ。それでは朝ごはんまで待ちます。それでは朝食いただきに行きます。すいません。はい、ありがとうございます。スパゲッティサラダです。レンコンのきんぴらです。紅白なますです。彩りの小松菜です。ミートボールです。山芋とろろです。トロピカルフルーツです。ヨーグルトと牛乳があります。フルーツグラノーラです。鮭の塩焼きです。スクランブルエッグです。ウインナーです。さつま揚げです。あとパンですね。パンの種類も豊富に用意されています。チョコディニッシュがある。あとクロワッサンがあります。お野菜サラダバーです。ご飯のお供各種が用意されていますですね。海苔なんかもありますよ。コーンスープとこちらおかゆですね。あとご飯、モーニングカレーがあります。そしてお味噌汁です。それでは取っていきます。
今日のラインナップはこんな感じです。それではいただきます。まずカレーからいただきます。お野菜がいっぱい入っててちょっと甘めのカレーで美味しいです。こちらお味噌汁があったんですけど、お野菜がいっぱい入ってるんですね。いただきます。こちらのお味噌汁もお野菜たっぷりで美味しいですよ。パンいただきます。チョコデニッシュは焼きたてかな。美味しいですね。クロワッサンは前からあるやつと同じやつです。それではいただいていきます。はい、いただきました。ごちそうさまです。ではもうちょっとゆっくりして下船します。日がだいぶ上がってきましたね。明るくなりました。こんなに船にいられるのも久しぶりですね。楽しいです。さあちょっとゆっくりします。名残惜しいですが時間になりましたので下船します。それでは本日はご視聴ありがとうございました。ちょっとでも面白いと思っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。